おはようございます。美咲美沙です。ということで、私、自作 PC 女子、美咲美沙、初めての、じゃん !MacBook を購入しました。買ってしまったよ。いや、めっちゃ高かった。で、MacBook 何を買ったかって、それはもちろん今日発売の M3MacBook Air をね、購入しました。で、朝起きて、11時ぐらい、ちょっと寝坊したんですけど、Apple ショップに直接ね、買いに行きました。家に帰ってきて、二日酔いっていうこともあって寝ちゃったんですよ。で、まだ開封もできてないので、この動画で開封していこうと思います。ということで、ちょっと袋からね、出したいと思います。じゃじゃーん。買っちゃった。やばい。で、購入したカラーなんですけど、スターライトをね、購入しました。で、本当はね、シルバーがね、欲しかったんだけど、シルバー売ってなかったんですよ。で、なんでね、私がオンラインじゃなくて、店頭に買いに行ったかっていうのをね、話したいと思うんですけど、まず一つ目が、US 配列の MacBook がすぐに欲しかったから。オンラインでね、US 配列の MacBook 買おうとすると、海外からの発送になるから、届くまでに日数がかかるみたいなんですよ。でも、店頭で US 配列を購入すると、すぐにね、もらえるので US 配列がいいっていう人は店頭で買うのがいいと思います。で、あとはね、やっぱ店頭に行ったらスタッフの人と相談しながら買えるのがいいなって思いました。店舗の状況はですね、全然人いなかった。マジでいなくて、今日新製品の発売日やんな、間違えてるっていうぐらいね、人がいなくて、マジで MacBook の前にね、1人か2人ちらっとミサが購入してる時に来たかなっていうぐらいで、ちょっと寂しかったよね。なので、じっくりね、ゆっくり見ることができたんで、他の色も見てみたんですよ。で、今回のその M3 になって、カラーは増えてないんですけど、ミッドナイトっていう黒いね、MacBook があって、M2 の場合、指紋がすごいつくっていう風に言われてたんですよ。で、M3 から指紋がつきにくくなったって言われてたんですけど、なんかいろんな人のM3 のレビューを見てみると、指紋まだつくみたいな話もあったりしたので、私もね、店頭の方で試してみました。試してみたんですけど、私ね、なんかそんなに手汗とかが出ないのか気になるほどつかなかったです。だからなんかみんなが言ってるほどじゃないやんっていう風に思ったんで、もっと保湿しないといけないのかな、ミサの手って。とりあえずあんまり気になるほどつかなかったなっていうのが正直な意見です。なので人によるかも。で、なんでね、今回この M3 の MacBook Air をね、買ったかっていうと、動画ネタのためです。もう完全に。なんとね、今回の MacBook Air っていうのが、そこまでなんか進化してないというか、なんかiPhone みたいになってんなって感じで、見た目とかデザインとか重さとかは M2 と全く一緒です。少し CPU だったり、GPU だったりっていうのが上がってたり、あとは AV1 デコードエンジンっていうのが使えるようになって、それが何かっていうと、4K、6K、8K だったり、重たいようなね、動画を再生しやすいっていうやつですね。そこまでなんか、あんまり別に、そこは魅力に感じないのかな、みたいな感じで、なんか AV1 って聞いたら、なんかこう、早い書き出しが早いみたいな感じで思う人もいるかもしれへんなって思うねんけど、再生だけです。再生だけなんで、書き出しがね、AV1 のね、コーデックでできるようになったんやったら最強やったのになって感じ。で、あとは、ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングっていうのが使えるので、ゲームだったりっていうのにも、向いてるようになったけど、そもそも Mac で遊べるゲームタイトルがあまりないので、関係ないのかなっていう感じで、もう一つ変わったところがあって、何かっていうと、外部ディスプレイ2台まで接続できるようになりました。以前の M2 だと1枚のモニターにしか接続できなくて、こっちを、サブモニターとして、13インチだったら結構サブモニターとして結構ちっちゃめじゃないですか。だからちっちゃいモニターと大きいモニターで使うことができたんですけど、今回のこの M3 は大きいモニター2枚接続することができるようになりました。ただ、その接続っていうのが、このノートパソコンの方は閉じないといけないんですよ。だから結局はその M2 も2画面だし、M3 になっても大きい画面で2画面で使えるようになるっていう感じですね。人によっては嬉しいかもしれないけど、私的には普通に27インチのモニターやったとしても、別にこれをサブモニターとして使えばいいかなっていうぐらいかな。で、バッテリーの持続時間っていうのも18時間と M2 と変わりがありません。今言った本当その4種類5種類ぐらい増えてるっていう感じで、賞味 M2 でよくねっていう、あれ買った意味なくね、あんまり。じゃあ私これ M2 でよくねっていう話なんですけど、もう動画のために買いました。
やっちゃったかな、ちょっと20万円以上したんよこれ。でもね、私も、動画編集するし、外でね編集すること多分年に5回ぐらいしかないんですけど、そのね5回使っていきたいと思います。みたいな感じで M2 と M3 は、CPU、GPU とかがちょっと上がってたり、本当に気持ち程度の進化でございます。Windows ユーザーの私が Apple 製品をね買った理由っていうのが他にもありまして、やっぱりね動画の編集だったりっていうのは Windows よりも Apple の製品の方が軽かったり、快適に編集ができるんですよ。ファイナルカットだったり Adobe だったり、その他の編集ソフトっていうのはショートカットキーを使う時にね半角全角をいちいち切り替えて使う必要性があって、ダヴィンチはね半角全角関係ないんですけど、その半角全角切り替えるのがもう一番だるいんですよ。で一番何よりも軽くて薄いのがもう最高。 Windows のノートパソコンは Mac に比べるとやっぱり太いじゃないですか。薄かったらいいんですけど、しかもこっちの方が、重さはね、最近のやつ結構軽くなってるから、そこまで、いやでも軽い方がいいじゃん。で見た目もいいしっていう感じで、MacBook が欲しくなったんですけど、買いに行って店員さんに編集ソフト何使ってるんですかって言われて、ダヴィンチです。ダヴィンチ編集できないですよって言われました。他の YouTuber さ、編集全然余裕でこれできるみたいな感じで言ってたから、もう何も考えてなかった。プレミアプロはちょっとわからんねんけど、ファイナルカットは CPU とかメモリが重要な編集ソフト、そこで動かしてるみたいな感じだけど、ダヴィンチはグラボが重要らしい。そのスタッフ曰くね。で普通に編集するんやったらできるよ。できるけど、ログ撮影、カラーグレしたりだとか、あとノイズ除去とか、そういうテロップもたくさん入れたりだとか、テロップをもっさりしますよみたいな感じで言われたの。だから MacBook Air じゃなくてプロをおすすめしますって言われたんですよ。いやそんなバカなっていう風にミサ思って、動くでしょダヴィンチでも。今日発売日やん。そのスタッフ試したんって思ったの。プロの方が高いじゃん。だからそっちをそういう風に売り文句なんかなみたいな感じで、ちょっと申し訳ないけど思っちゃったの。そう GPU も、M2 よりもさらに、気持ちかもしれへんけど上がってるんですよ。で3D のやつとかのベンチマーク回してる人とかおって、そのあたりはめっちゃ上がってるみたいな、5倍ぐらい上がってるみたいなことを言ってる YouTuber さんもいて、ワンチャン確かに動かん可能性はあるけど、実際に自分で試してみないと分かんないじゃん。20何万かけて検証したいと思います。それをこれで動かんかったらマジで泣く。ベンチマークの数字とかどうでもいいから、実際に動かしてね、動くのかどうか、どれぐらいもっさりなのか、これは許容範囲なのかっていうところをね、そのあたりをねもう丸裸にしていこうかなっていうふうに思います。私は今回 GPU は10コアで、メモリを8ギガから16ギガに変更して、ストレージは512ギガのモデルにしました。普通にあるラインナップの中から選んでるので、カスタマイズはしてないんですけど、メモリは最大24ギガまでね上げることができるので、動画編集とかする方やったら、24にするっていうのもいいかもということで、前置きすっごい長くなっちゃったんですけど、早速開封していきたいと思います。よし、久しぶりにこんな高額な買い物した。超緊張する。じゃあ早速開けていきます。いでよ MacBook Air じゃん。はあ、やばい、楽しみ。よし、めっちゃ軽いしちっちゃい。私が購入したカラーはスターライトになります。本当はシルバーが欲しかったんですよ。これが店頭に買いに行くデメリットです。今ある在庫はスターライトっていう風に言われて、スターライトをね購入しました。オンラインだったらシルバー買えるんですよ。店頭にシルバーの在庫が少ないっていうのもあるし、そもそもどの色も店頭に置いてる在庫っていうのが結構少ないらしい。第2候補のスターライトがあってマジでよかった。で正直店頭で見てるとスターライトとシルバー差があんまりわからなくて、ミサの目にはこのスターライトがシルバーに見えたり、シルバーがスターライトなんかなとか思ったり、これどれがシルバーですかっていう風に聞くぐらいね、そこまでめっちゃ差はなくて、光の加減反射した時にスターライトやなみたいな、それぐらいね差が正直なかったです。私のデスクやったらシルバーの方が合うやろうなとも思ったんやけど、これはこれで可愛いですね。でデザインは前と変わらないんですけど、私初めての MacBook なんでちょっと見たいんですけど、こんな感じで、四角っぽいけど角は丸いって感じですね。しかも薄い、超薄いんだけど、
これで動画編集できたら神なんだけど、いやダヴィンチ動くのかっていうのが本当に心配。インターフェースの部分がこの3箇所あるんですけど、この奥の方がマグネットでね充電できるようになってて、そしてタイプ C が2つあります。じゃあこれちょっと早速パカッとしちゃうね。ピラピラピラ。すごい、超懐かしいわ。昔 iMac 使ってたから。めっちゃいいじゃん。結構タッチパッドも大きい、操作しやすそう。付属品も見たいと思います。じゃーん。見て、これマグネットで充電するケーブルがついてました。これ最初からついてんの？ミサさんマジで MacBook 初めてやから、もういちいちケーブルで感動します。しかもケーブルもさ、すごいしっかりしてる、硬くてめっちゃ長いじゃん。これちょっとつけてみていい？こんな感じ。お、ペタッと。うわ、なんじゃこれ、すっげえ強力。めっちゃ強力なんだけど、これつけるときさシュッとつくんやけど、抜くときめっちゃ硬いこんな強力なマグネット初めて。わかったわ。こうまっすぐ抜こうとするから硬いんだ。こうだ、上に上げるんだわ、これケーブルを。こうだ、これ簡単に取れる。でもすっごいそれぐらい磁石が強力っていうことが分かりました。ケーブル引っ張られても取れないもん。でその他付属品がじゃーん。AC アダプター。AC アダプターもめっちゃちっこい。何これ、タイプ C2 つさせるんだけど、なんか横ボタンをポチってなんか押せる。何これ、なんで2つあんのこのタイプ C のポート。タイプ C2 本から充電したらめっちゃ早いよみたいな。全然わかんない。 Windows はね最近マジで勉強してて詳しくなったんですけど、 Apple マジでわからん。だから何なのか参考になりません、多分この動画。設定しようっと。視覚、動作、聴覚、認知、この4種類の設定を細かくカスタマイズすることができるんや。これ Windows と全然違うところだね。なんか自分好みの、自分が使いやすいように最初の設定ができるっていう。 Apple のキーボード好きだわ、打ちやすい。ソフトウェアもアップデート。ちなみにこの画面のサイズっていうのは15インチじゃなくて、私は13インチにしました。私は基本的に家で編集をするので、大きい画面の外部モニターで使用することになると思うので、MacBook 自体の大きさっていうのはそこまで必要ないのかなっていうふうに思って、それよりも外に出た時に軽くてちっちゃい方がいいなって思って13インチにしました。だから普段ね外でめっちゃ使うんやったら15インチの方がいいんちゃうかなっていうふうに思うんだけど、13インチでもね思ってるより別にそんなにちっちゃくもなかったなみたいな。むしろちょうどいい大きさな気がする、13インチが。そのあたりも、編集の時に、一応13インチで不便なのかっていうところも見たいと思います。で設定してたんですけど、なんとインストール時間が1時間かかるということで、この動画の続きは次回にしたいと思います。次回ダヴィンチは無理とスタッフさんに言われたこの MacBook Air でダヴィンチのカラグレだったり動画編集ができるのかどうかっていうところ、あとはこのねタッチパッドね、ゲームをする時邪魔なんちゃうかなっていうところ、どうなのか、その後に実際にゲームをしてみて、試していきたいと思います。今日は Windows 女子が Apple 製品を買ってみたよっていう動画でした。以上、みさきみさでした。チャンネル登録フォローよろしくね。じゃあのー。